はい、お疲れ様です。日大前の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。で、今回もね、チワワレッスン動画の第5回目というところで、今回はね、いよいよ植毛の方に入っていきます。で、植毛の方法は、猫の時と大きくは変わらないので、そんなに難しい作業ではないんじゃないかなとは思うんだけれども、でもね、例えばさ、猫の時だったら、この辺ね、顎元とかさ、ひげ袋とか差し固めで作っちゃう人とかもいると思うんだけど、できればね今回の作品も口元はしっかりと植毛してるから、ぜひね全て顔のパーツ全部ね植毛してるので、そこもね真似してやってもらいたいなと思います。ぜひねちょっとなかなか細かい作業で時間もかかるんだけどもね、もうやってみることでねそれは必ず自分のスキルになるから、ぜひね挑戦してみてください。はい、そんなところでね本編の方に入ります。はい、じゃあレッスン頑張ってください。はい、それではね、今回はね、植毛の方にね、移っていきたいと思います。で、植毛はね、いつも通りだね。いつも通りやっていきます。で、これはね、好きなとこからやって構わないです。だけど、やっぱり、外側、作品の外側からしっかり攻めていくっていう方が間違いなくやりやすいです。毛の流れを考えたらね。で、僕は大体ね、この辺、耳の後ろ、エラの裏っていうかね、この場所から始めることが多いんだけれども、でまずねこの辺をしっかり埋めてあげて、で特にこの耳の今接続部分とかね、ここもしっかり隙間ないように剥げている部分がないようにねしっかりと植えてあげる。で今ねこれ植毛する前に何度も手でこうやって引っ張ってるのは毛の流れを整えてるんだからね。で毛の流れが整えてよかったらこうやってしっかりとつけたい部分につけて植毛していってあげる。で毛の流れをしっかりね今いつも言うようにだけども考えて折り返してあげて、でその根元をまたしっかり刺してあげるというところをねやっていってください。でね動画の方はね、いつもの通り 2.5 倍速で流してます。でこれ植毛はねちょっと単調な作業なんで、いつもみたいにねそんな細かい解説とかは必要ないと思うので、ちょっとね解説してるとこだけはね画面左上に解説中って出すので、その時だけね気にして聞いてもらえればいいかなと思います。あとはね、手元の作業を見てもらって、だいたいいつもと同じだなと思ったらね早送りしてもいいし、でしっかり見たい人はね速度 2.5 倍だからゆっくり見たかったら速度を落としてね、実際はどんなスピードで刺してるのかとかね、そういったところもね参考になることがあるかもしれないんでね、見るのもいいんじゃないかなと思います。でねちょっとねベースの硬さの話をしていくと、ベースをある程度硬くしなきゃいけないんだけど、その理由は何って言ったらやっぱりねこの植毛の時にこうやって刺すじゃない。で今これスピード針で刺していってるんだけど、どうしてもねこうやって刺していくとベースが変形していくじゃない、何度も刺すからね。でその時に極端に沈み込んだりとかせっかく作った形が変形していく、それが起きてしまうようなやわさだとそれはダメなのね。だけどじゃあガチガチに固めればいいのかって言ったらそんなことは決してなくて、ガチガチだとものすごいね結局最終的に固まらなくなったりするし。で今画面見ててほしいんだけど、今これねベースとこの植毛した境目をね刺し固めてたんだけど、これなぜやってるかっていうと、ちょっとねこの図を見てほしいんだけれども、最初ねこうやってベースがあるじゃない。これねベース横から見た図ね。でベースがあってそこにこうやって植毛していくとニードルでこうやってピンポイントで刺していくでしょ。するとこのニードルの先端部分ねのようにへこんでいくじゃない、少なからず。でへこむと何が起きるかっていうと、今ねこの赤丸つけてるところのように少しそこのベースの部分が軽く盛り上がっちゃうわけね。だからそこを仕上げ針で刺して固めてこうやってなだらかにしてあげる。プラス植えた植毛した毛を毛の流れが出るように少しこうやって寝かしてやるために、あえて上から僕は刺してるんだよね。そんなやり方をしてます。これもねいろいろやるやり方の一つの例として捉えてもらえればいいのかなと思います。でいろんなやり方試してね、やっぱりその自分でどうしたらいいのかっていうのを見つけていってください。
最初はね人の真似でいいので、ただその人の真似もいろんなパターンがあるから、いろんなのを試してみることがすごく大事。そして自分のものにしていくっていうことをやってください。で、短毛種を作るときは僕は結構ねこまめに切っていくんだけど、長毛の時はなんていうかな、全体的な毛のなんていうばらつきっていうかな、こうやってねバリカンとかでカットするじゃない。その時にあまり段差っていうかが出ないようにするために、ある程度植毛してからカットするようにはしてるかな。まあでもその時によってちょっといろいろ違うかな。まあでも短毛の時よりはカットの回数は少なくなるかな。まあカットするなんていうかな、長さだって違うしね。はい、じゃあねどんどん植毛を進めていきます。でここから先はねちょっと単調な作業なので、ちょっとね画面の動作見ながら解説なしで進めたいと思います。で解説するときはね画面上に解説中出すのでね、そこはねちょっとね聞いてもらって、であとね単調な作業なんで、早送りするなりなんなりしてね見てもらって構いません。で動画の方はね 2.5 倍速なのでゆっくり実際ね僕がどれぐらいのスピードで指してるのか見たい人はね倍速ね少し下げてもらって見てもらったら、実際のねどれぐらいのスピードで指してるのかとかっていうのが見えると思うので、そんな風にねちょっとね使ってください。はい、それじゃね次この辺からね違う色を入れていきます。でまずグラデーション入れていかなきゃいけないから、ちょっとね準備してなかったので、この辺に入れる白色、これをね準備していきます。でブラックタンなんで白だけじゃなくてね、あと茶系の色も混ぜなきゃいけないし、こんな感じでねちょっと何色か準備してください。で最後に今これから見せるこれグラデーション用のね、黒寄りのグラデーションと白寄りのグラデーションで、白から黒に色変化させるときは最低でもこの黒寄りのグラデーション色と白寄りのグラデーション色の2色は間に入れた方がいいです。どうしてもねやっぱりこれはね今黒寄りのグラデーション色、グレーに近い色だよね。それを1列入れて、全体的にねまずこの1色目をね入れていきます。首元ね。でこれがねこの1色だけで次いきなり明るい色を入れちゃうと、グラデーション入れてんだけどなんか急に黒から白に変わったのと変わらないから、だからもう1色、本当はね2色3色入れた方がいいんだけど、明るめのグラデーションを入れます。で今ねこれね茶色混ぜてるけど、今回ブラックタンだから少しね茶色も混ぜます。この変化していく色ね。でそれはそのモデルの子がそこの毛色どういう変化の仕方をしていくかっていうのをしっかり見ながら毛の配分考えて、一番ね外側に植えた黒い毛、そして暗めの黒寄りのグラデーション色と、今は明るめ白寄りのグラデーション色に少し茶色を混ぜて入れてます。グラデーションね。そしてここから首元白い子だったので白を入れていきます。これね本当はねもっと綺麗に見せるんだったらこのいきなり真っ白入れるんじゃなくて、ほんのちょこっと
さっきの明るめのグラデーション色で使った色を少し混ぜたやつをもう一回ね入れた方が綺麗にはなります。僕は結構大雑把にやる方なんで。でもこれ以上大雑把にやっちゃうとどうしてもね毛色の変化が白々しくなったりするから、最低でもね、これぐらいは入れた方がいいです。グラデーションね。こんな感じでどんどん入れていって、まずは首から下の部分、顎から下の部分か、この辺までをねしっかり色も終わらせちゃいましょう。フレーム作品の時は僕はだいたいこのパターンだね。顔の外側毛を入れて、で先にこの顎から下胸の部分、ここの色毛をまず終わらせるっていう風にやってます。ただねこれはね別に顔からやっても別に全然問題ないんでね、自分のやりやすいやり方、僕はねいろいろ試した結果、これが僕には合ってるかなって感じですね。でね、必ずバリカン入れる前、ハサミ入れる前はブラシで軽く起こして、でその浮いてるムダ毛をしっかりカットしていってあげる。で今回はロングコートチワワだから少し長めに。でこれもねモデルの子によってね毛の長さね、胸ふわふわの子もいるし、だからもっとふわふわにさせなきゃいけない子だったら毛長くしなきゃいけないしね、そもそも植毛する毛がね。はい、それじゃねいよいよね顔の方に入っていきます。で顔の植毛の仕方、僕はこうやってね今顔の横からやってって、基本的に顎の方、顔から下の部分、目から下の部分かの植毛をね先にやっちゃいます。そして後半戦で頭の方、目から上の部分の方の植毛をやってっていう感じの植毛をしていきます。でここはね猫の時の動画とかと一緒で、なんていうかな、この毛の流れね、最初刺して折り返す時の毛の流れの方向、そこをしっかり意識して、その毛の流れをしっかりと出しているところで根元をしっかり刺してあげる。するとね毛の流れの方向、植毛の方向っていうかながしっかり決まるのでね。でこの顔のサイド部分っていうかな、横の部分はもう素直にそのまま外側向くように毛の流れをね、極端に上にしたり下にしたりすることなく素直でいいと思います、ここは。でこのマジックのね下書きした部分あるでしょ、ここになるべく合わせてやっていく。でこのカットの仕方、ここでのカットってあまりねがっつりね本決まりの長さにしようとしないこと。僕は必ず後から修正できるように少し長めにカットしておきます。切りすぎちゃったらねもう植え直すしかないからね。だから少し長めでいいと思います。で最終的に毛の長さ合わせればいいので。でね反対側もやっていきます。はい、ここからねちょっとね、動画見てください。はい、ここからはねまたね色が変わるところなのでグラデーションを入れていきます。さっきのね首元と一緒、暗めの黒寄りのグラデーション色をまず
1列入れて、でそれから2列目を入れていくっていうとこね。でここね、まず1列目入れるときに下書きのマジックって書いたところ、そこしっかりね見失わないように入れていってください、なるべくね。でさっきと同じようにブラックタンの子なので、ちょっとね茶色混ざりの明るめのグラデーション色にしていきます。でブラックタンって一言で言ってもね、結構もうなんだろう、その子の個体差によってさ毛色かなり違ったりするじゃない。だからここはねほんとその子のモデルの子の写真とかをしっかり見て、その子の毛色に近い色をねしっかり入れてってあげるっていうことをやってください。僕これね画面で見たら早送りだし、慣れている線もあるからひょっとしたらゆっくりにしても見えないかもしれないけど、適当に今なんかガバッとかぶせてバーって刺してるように見えるけど、どこに何を刺さなきゃいけないって分かって刺してるので、そのためにねそれを頭に入れるためにも下書きとか書いてたりで、なんていうかな、この毛をさ今手先で分けてるじゃない。でこの分けた毛をしっかりと植毛する前にこう顔に貼り付けるときにマジックのその下書きの位置とか、あとはその顔の凹凸の形とか目で確認して、でこういう形状にしなきゃいけないなって、この部分のピンポイントでねこういう風に毛を入れなきゃいけないなって頭でイメージをして貼り付けてやってるんだからね。みんなもやってると思うんだけど、無意識のうちにね。決してなんかこう適当にどんどん刺していってるわけではなくて、もうほんとこの一つ一つ刺すときに毛をなんていうかな、この植毛した後にどういう流れ、どういう形状にならなきゃいけないかっていうのをしっかりと考えながらは入れてます。でこうやってねハサミでカットするときも当然そうハサミを入れる前にどういう風に形になるようにカットしようかなっていうのは思いながらこれカットしてます。で今このブラシかけてるんだけど、ちょっとほら今頬の毛少し上向きに流してたじゃない。でこれはちょっとイメージをつかむために毛の流れつけて、最終的にこういう風にした方がいいなとかっていうのをこうイメージしながらやったりしてるんだよね。ちょっとねこれはもうここはね僕の本当感覚の話だからなかなか説明するのが難しいんだけども、とにかく伝えたいことは漠然と目の前の作業をただやるんじゃなくて、今ね顔の横つけてるけど、ここならこの小さなピンポイントの部分をしっかり見て、どういう風に刺さなきゃいけないか、どういう形になるんだっていうのをしっかりとイメージしてやってるんだよっていうことを言いたいんだよね。それがねすごく僕は大事だと思うので、ぜひねそういう風に考えながらやってみてください。多分ねみんなやってるんだよ、無意識に。間違いなくやってると思うから、それをねどれだけ意識するかしないかで仕上がりはもう全然変わると思うから、ものすごい意識してほしいんだよね。でここからね顎の裏をやっていくんだけども、こんな感じで実際にこの顎下とか、あとマズル付近とかもね毛を入れた方がリアルになる。もう少し小さめの作品だったらこの辺はねメリノを使わないでコリデールとか使って差し固めちゃったりすることもありだし、いろんなやり方があるからね。でもちょっとできるだけ頑張って植毛してあげた方が、ちゃんとね毛が生えているような表現ができるので、その方がリアルにはなるよね。なのでちょっとねここも頑張ってね差し固めで作るんじゃなくて、ちょっとぜひねここも植毛で仕上げるようにね、ちょっとねぜひねチャレンジしてみてください。できるだけねやっぱりその植毛をしっかりしてあげた方がやっぱりねリアルには見えるよね。だけど部分的にはやっぱり差し固め植毛でなんていうかな、この毛が生えてる表現をさえすればリアルになるかって言ったら決してそんなことはなくて、やっぱり部分的に逆に差し固めで作った方がリアルに見えるし、全く違う素材を使った方がすごい表現力が上がったりとかね。とにかく表現の仕方は自由だから、あまりこう固定概念を持たずにどうやったら
こう、リアルに作りたいんだったらリアルになるだろうを考えてみればいいんだよね。もうやっぱりねこうどうしても結構頭固くなっちゃうとなんかこう固定概念にとらわれちゃって羊毛フェルトだから絶対に全部羊毛で作らなきゃダメとかさ、あるいはもう絶対に植毛しなきゃダメとかさ、そんなのは別にどうでもいい話であって、大事なのはその何をしたいかだからね。もう常に言うんだけども、その目的、何をしたいのか、どうしたいのか、どう表現したいのかだから、それが達成できれば別にどんな手段を用いたっていいわけだから。大事なのはどう表現するかだからね。そんなところで、もう少しねこう気楽に構えてやってったら楽しくなるんじゃないかなと思います。あんまりねなんかこう真剣にねやりすぎるとさ、なんていうかな、こう楽しみながら作れるものがさ楽しくなくなっちゃうじゃない。いろいろこう研究しながらやってみるともうちょっとね気楽に構えて楽しくできるんじゃないかなと思います。で今ねちょっと作業の話で画面の方を見てほしいんだけども、今ねこのなんていうんだろう、顎っていうか口角の部分で最初ベース作る時に言ったでしょ、顎のラインが一段ガクンと上がるんだよ。でこの感じ、この形を見失わないようにしてほしいよね。ここの植毛の時って気をつけて、まめに植毛しながらこまめにカットして、で形を整えながら作ってほしいんだよね、この辺は。でこの辺にハサミ入れるときはね、もう少しずつ少し長めにカットしてもう少しずつ短くしていくっていうような、もう修正可能なようにしておく。やっぱりこのちょっとね複雑な形をしているのにこの毛に埋もれちゃうところっていうのはもう十分注意しながら、もうほんとこれ今も少しずつやってるでしょ。毛を少し起こしてはカットして、起こしてはカットしてって。でよければね反対の方もやっていきます。はい、この辺からねちょっとまた解説していくと、口元、唇付近っていうかな、ここの辺まで毛を入れたら、ここからさほら口元の毛ってさほら色が変わっていくじゃない、黒っぽくとかね。でその子の写真よく見て、どういう風に変化していくか、ここもね毛色で表現したいと思います。で僕がね見ながら作ってる子はね、口元が少しずつ黒っぽい毛になっていくので、口元に少し黒っぽい毛を入れていきます。ここもねグラデーション色で使ったような色を入れていきます。でしっかり毛を起こしてカットしていってあげる。ここなんてね顎の先端だから丸みを帯びた形になるから、少しずつ形を整えながら切っていく。
これね、バリカン僕は使うけど、慣れてない人はね、バリカンやめた方がいいと思う。ここはハサミでね、こまめに切っていった方がいいと思う。できる人はね、バリカンの方が早い。はい、じゃあね、引き続きね、進めていくので、作業の方見ていってください。はい、ここからね、マズルの植毛に入っていきます。で、これもね、マズルのところの植毛も、どうやってやるのがコツかって言ったらね、細かくやっていくこと。1回に入れる毛の量を減らして、1回に植毛する面積をね、小さくして、もうこまめにやっていくしかないです。僕ね、それでもまだ結構ね、大雑把にやるんだけれども、本当にうまく綺麗にやる人はもっと、多分今僕がつまんだ毛の量の3分の1とか、もっとね、細かい量でやってると思うんだけど、最低でも今僕が持ってるぐらいの毛の量に抑えてやっていった方がいいです。で、ここもこまめにカット。とにかく細かく入れてこまめにカット。これをね、繰り返していってください。で、僕はなんていうかな、この唇っていうかな、唇側から攻めていきます。毛の流れ考えたらそうなるよね。で、しっかりと折り返す時に毛の流れ考えて、しっかり折り返してやって根元させてあげる。で、毛をね、しっかり寝かしつけるようにして、ここは何だろう、毛はね、ふわっとさせる部分じゃないので、しっかりと寝かしつけてあげて、でカットしてあげる。はい、そんな感じでね、植毛を進めていくので、とにかく細かく進めていってるよっていうことと、あと細かくカットしていること、あとこまめに多分ね、形を整えながらやっていってるので、そこをね、注目しながらちょっとね、作業の方を見てください。
はい、鼻のね先端部分までだいぶね植毛が終わってですね、こっから先は唇、下唇の時に黒っぽい毛色を入れたと思うんだけども、その時と同じ考えで、この辺もね毛色だいたい濃くなってくるでしょ。そこをね少し色付きの毛を入れていきます。でここの毛色の濃さっていうのも当然そのモデルのこの毛色に合わせてやってあげるっていう風にしてください。あんまりね細かい部分の色をつけたいときはペンとか使ってさ、差し色入れるのもいいんだけど、でも基本的にはやっぱりその毛でやってあげた方が綺麗にはなる。失敗のリスクも少ないし。でね、カットしたらしっかりと毛の流れ出しながら、しっかりとここもね形が埋まっちゃうから、そこを形整えながら自分の表現したい形をねしっかりと作っていきます。でこの表現したい形っていうのがベースの時にしっかり作り込んだ形だからね。だからもうベースの時にしっかり形を作り込むっていうのがすごく大事になってくる。はい、こんな感じです。まずはねマズルまでの植毛が終わりました。はい、今回の作業はここまでです。はい、レッスンお疲れ様でした。というわけで今回はね顔の植毛というところでね途中までやったんだけど、次回最後までいきます。このレッスン動画、チワワのレッスン動画、それからねちょっと前に出した猫のレッスン動画ね、キジトラレッスン動画、そういったねこの YouTube で出しているレッスン動画を利用した2ヶ月間の技術アップ講座っていうのをねやります。これなぜやるかっていうと、やっぱりうまく作るためのノウハウっていっぱいあるじゃない。僕だってこうやってね YouTube で無料でリリースしてるし、作り方の本だって売ってるし、あと他にもね YouTube でやられてる方だっていっぱいいるしさ、あとはその教室で習ったりとかね、いろいろあるんだけど、ただね僕がなぜこの技術アップ講座とかそういうことをやりたいかっていうと、なんていうかな、この自分の経験上ね、僕がいろんなところで、前職も含めて、スキーとかも含めて教える立場、インストラクターとか、指導者としてやってきた経験から言うんだけども、やっぱりねこの教える時にうまくやる方法、ノウハウをやっぱり提供するのがほとんどなのね。でみんなも習いに行ってる人が分かると思うんだけれども、全てがそうだとは言わないよ。だけどやっぱり多いじゃない。うまく作る方法、やり方を教えてもらう。でやってみましょう。で確かにそれも大事なんだけど、でもじゃあそれだけでみんなの技術はぐんぐん伸びていったかいって言ったら、ちょっとね伸びた人もいるし、でも多くの人は伸びないと思う。でこれなぜかっていうと、ノウハウを与えるだけじゃね伸びていかないの。これは僕はもう指導者としてやってきたから、もう答えを持ってるのね。それはパーツとして足りないの。ノウハウプラスその答え合わせをするっていうことがすごく大事で、うまくやるための方法を何本与えられても、自分がそれをできてるのかできてないのか、答え合わせができてなかったらこのまま進んでいいのかどうか分かんないじゃない。でそれをしっかりとそのノウハウに基づいてやってみました、これ合ってますかっていうその答え合わせをしてくれる人がやっぱりコーチとか講師であって、で、コーチとか指導者はそこから、いやここはこういうことが原因で間違っているんだよ、だからこうしなきゃいけないんだよっていう、その今うまくいってない原因、失敗してる原因ね、そういったものをしっかりと提示してくれて、でだからこういうふうにしなきゃいけないんだよっていう次のステップアップまでをしっかりと導いてくれるっていう、その教え方が必要なの。このセットが必要なの。ノウハウとその導くっていうことがね。僕はその目的としてやる以上は習いに来る人の能力をしっかりと上げてあげたいね。今ここにいるものをここに持ってってあげたいの、確実に。だけどただノウハウを与えて、はいじゃあやってみては、ここにあるレベルがただ経験してみた、それを作ってみましただけで終わっちゃうの。上がってないのこれは。じゃなくて僕はしっかりと上げるものをしたい。だから、それはね、この上がる高さっていうのはその人それぞれだよ。すでにここにいてここに上がる人もいるし、ここにいてここに上がる人もいるし、でも上がるじゃない、確実に今の自分よりね。それは確実に一歩前に前進してるわけだから、それをねちょっとね体験してほしいし、僕はそれを与えたいね。だからちょっとこれをやります。はい、というところでね、ちょっと詳細はねまたね後日ね流していきますので、その中でちょっとどんな講座になるのかなって理解して、でぜひね希望する人はね希望していただければと思います。はい、じゃあね今回の動画はここまでです。はい、ではまた。ご覧いただきありがとうございます。
このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方はぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。